ても全然取れない。グリッター最悪。あら、ラメは工芸品界のヘルペスよ。一度ついたら永遠に取れない。でもね、その厄介さで1000万円稼いだ22歳がいるの。1000万。なぜバズったのか、何を売って1000万円になったのか、発送すらしてないのになぜ高く売れたのか。今日はその話よ。嫌いな人に匿名でラメ入り封筒を送りつけるサービス。お値段たったの1500円。ラメは工芸品界のヘルペスって呼ばれるくらい除去不能。この不快感が商品価値になった。作ったのはマシュー・カーペンター。シドニーに住む22歳。大学には行かずネットマーケティングで食べてた子よ。大学行かずに何してたんですか？18歳でマーケティング会社を作って売却。典型的なネット起業家ね。18歳で会社売却って、私その頃ガチャ課金で残高ゼロだったんですが。2015年の新年、彼はサイドプロジェクトでマーケスキルを磨こうと決めた。そして彼には個人的な恨みがあった。友人がクリスマスカードにラメを仕込んで送ってくるの。開けた瞬間にキラキラ爆発。何日掃除しても取れない。わかりすぎる。紙に入ると3日は取れないし。その怒りを彼はビジネスに変えた。嫌いなやつに送りつけたら最高の嫌がらせだなって。2015年1月12日、彼は酔った勢いでサイトを作った。Ship your enemies glitter。サイトのコピーが最高でね。大量のラメを匿名で送りつけましょう。9.99ドル。完全にネットミームのノリだ。レディット民に刺さるやつ。まさに彼はマーケのプロだから、レディットとプロダクトハントでバズらせる設計をしてたの。サイト公開から24時間で何が起きたと思う？複数メディアの報道をまとめるとね、1000人くらい？約30万アクセス、 SNS で30万回言及、レディットのサブレディットでは歴代トップクラス、プロダクトハントでは1位。130万？たった1日で？ラメなのに？しかも在庫もないのに？注文来たらどうするつもりだったの？その問題は次の章で出てくるわ。聞いてて。でもなんでラメにそんなに人が集まるんですか？理由は3つ。まず、誰もが敵にラメ送りたいと思うけど実行しない。その衝動を10ドルで代行してくれる。サービスの存在自体がシェアしたくなるの。2つ目はコピーライティング。挑発的で面白くてスクショして友達に送りたくなる文章。3つ目は拡散経路の設計。レディットの目利き層が最初に発見して、そこから大手メディアに波及する流れを狙ってた。ちなみにサイトの制作コストはほぼゼロ。在庫も倉庫もない。アイデアとコピーだけの勝負よ。注文もとんでもないことに、24時間で2000件以上、売上300万円。ところが注文が来すぎてパニック。サーバーは落ちる。処理できない。で、彼はサイトにこう書いた。もう注文するのをやめてくれ。お前ら全員頭がおかしい。もうやだ。客に頭おかしい言ってて草。もはやコント。でも実際2000件の注文をどうやって処理するつもりだったんですか？一人で。そこがこの話の一番面白いところ。処理するつもりなんて最初からなかったのよ。でもこのギブアップ宣言がさらにバズった。タイム、BBC、ファーストカンパニーが報道。ここでカーペンター君は天才的な判断をする。注文処理はさておき、サイトを売りに出した。注文放置で売っちゃったの？お客さんのラメは？注文した人のラメがどうなったかは、まあ買い手に引き継がれたということにしておきましょう。ウェブサイト売買のオークションに出品。入札が殺到して最終8万5000ドル。当時のレートで約1000万円。大事な事実。複数メディアによると、この10日間でラメを発送した形跡は薄い。
少なくとも大量には送っていなかったみたいね。送ってないのに1000万円ってバグでしょ。彼が売ったのはラメじゃない。130万人が訪れたドメインと2000件の顧客リスト、ブランドとトラフィックを売ったの。買ったのはジョージア州のピーター・ボイチュック。周りは正気を疑った。業界ブローカーは元を取れたらライブで頭からラメをかぶると豪語。完全にフラグじゃん。結果はピーターの大勝利。倉庫を借り初めて本当にラメを発送。16ヶ月後には年商数1000万円。スプリング式グリッターボムも開発。開けた瞬間にバネでラメが飛び散る。もう兵器じゃん。でもブームって一瞬で終わりません？コピーキャットも大量に出たんでしょ？いい質問ね。ピーターはリピーターをつかんだの。ラメって実用性はゼロだけどイベントとの相性が抜群。バレンタインや卒業シーズンには注文が殺到。人間の恨みは季節イベントで爆発する。バレンタインに元彼にラメを送る人絶対いますよね。クリスマスにも需要が跳ねるらしいわよ。人間って面白いわね。ピーター本人は人生最高の投資だったと。ジョークを本物のビジネスに変えた。この成功は文化現象を生んだ。コピーキャットが爆発的に生まれた。じゃがいもにメッセージを書いて送るポテトパーセル。ピクルス1枚だけ送るサイトまで出た。じゃがいも？ピクルス？人類暇すぎ。次は何？嫌いなやつに納豆を送るサービスとか？あながちない話じゃないわよ。不会計ギフトは確実にジャンルとして定着した。そしてグリッターボム文化のピークは2018年。元 NASA エンジニアマーク・ローバーが荷物泥棒にラメトラップを仕掛けた動画。累計7700万再生以上。教訓は3つ。完璧な商品より面白いストーリー。バズのピークで売れ。そしてジョークの中にビジネスがある。カーペンターくんが種を植えてピーターさんが花を咲かせた。どっちも勝者ってことですね。そう、アイデアを出す才能とそれを育てる才能は別物なの。いい話ですね。ラメの話なのに。で、ひまりちゃんはこの話を聞いてどう思った？思いつきました。ラメの日本版、いや世界最強版。Ship Your Enemies スルストランミング。世界一臭い缶詰を匿名で送りつける。シュールストレミング。スウェーデンの発酵ニシンね。ラメの比じゃない破壊力。面白いじゃない。出資するわ。ラメが工芸品界のヘルペスならシュールストレミングは嗅覚体の核兵器ですよ。あなたの部屋の消臭に3日かかったわ。隣の私の部屋まで匂いが来て大変だったの。すみませんすみません。で、請求は？シュールストレミング仕入れ代3万円。部屋の特殊消臭代8万円。合計11万円ね。うわあ、クリッターにしておけばよかった。クリッターなら掃除で済んだのに。ラメは取れないけど匂いは取れるだけマシだったわね。プレハブ寒いんですけど部屋に戻れるのいつですか？匂いが取れたらね。あと3日くらいかしら。今日はここまで。チャンネル登録よろしくね。クリッターは怖いっす。本当にね。またね。バイバイ。